螺鈿三途の川を渡りかけましたね。朝の7時までは食べていいって書いてあったの。鍵詰めちゃったみたいでみんな逆にもらわなかったの、小学校の時。嵐と変わんなかったもん、船長。ママにバレちゃうかな、おっぱい調べたの。失敗談は私ないですよただの渋谷だったわけ渋谷の親子丼怖いチョコ。キノコって生で食べるのが一番イケてるのではってマウント失敗はね、ほんと面白いよね。ホロライブデバイスでデビューできますよって言われてからのお話でございます最近やないかーい結論から言いますと、螺鈿三途の川を渡りかけましたね三途の川を渡りかけるまでのあれを話しますと、その日はですね、とても居酒屋が繁盛していたものでございまして、で、この居酒屋のね、マスターのお友達さんみたいなのが結構いろいろね、来ていらっしゃって、まあ私も働いていたんですけれども、結構ね、フリーダムな居酒屋やったけんが、お客さんからお酒をいただくことがあったっちゃん姉ちゃん飲むやんかつってちょっと半合日本酒のこのぐらいくそこのぐらいつって今表現できねえその倍の1合っていうやつがあるっちゃけど半合姉ちゃん飲みなよって感じでねお客様からいただくことが多かったんです。その日螺鈿は結構ちょっとやそっとじゃ言わんけんがありがとうございます嬉しいですって言いながら、その日結構忙しいってのもあって、お酒で忙しさを紛らわすというかお酒でちょっと労働してるあれをいい気分にすると言いますかっていうね感じでやっていて、まあいろいろお酒をもらった後に無事にそのまま退勤しまして、その後まかないをいただいてる時にそのまかないをいただきつつ、もう閉店後でございますよ。うちのマスターめちゃめちゃ気さくな人やったけんが、閉店後にも全然お客さんオンシャちゃんフリーダムな居酒屋あるある。螺鈿はまかないもぐ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 って食いながら全然お客さんもおるみたいな家かみたいな長屋かみたいなそれでね、まあお客様もいい気分になっとんしゃって、いっぱい飲んでよ姉ちゃんってことでいっぱい日本酒をいただいておりまして、別のお客様からマスターと私にということで結構アルコール度数高めのお酒を一缶いただいたっちゃんね。その時点で螺鈿もう多分一升瓶ぐらい飲んどったっちゃん日本酒をでもまあいけるかなと思ってまあマスターとね一缶を半分半分にいたしまして、でまあそれを飲んだわけでございますよ。美味しいって言いながらまかないも食べながら、でその後もね全然お客さんオンしちゃって帰れる雰囲気じゃなかったけんが、そのままねまた日本酒を2合ほど煽ったんですけれども、その時点でね螺鈿の意識が朦朧としてきていたようで、覚えてないっすな。まあ死にかけたんすね急性アル中で死にかけたんすよその時に。で三途の川でね、三途の川まで行きまして、向こうで死んだじいちゃんが手振っとるわーつって、じいちゃんと思ってパシャ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 行ったら、じいちゃんがこんなに早くここに来るのなぜって言われてぶん殴られてそのまま起きたら朝でしたねなぜはちょっと脚色しておりますけれども。で戻ってまいりました。ただいまみんなただいまなぜ怒りのなぜでしたねあれはでそのままというかこのまま死ぬところやったと思って、あの時死んでいたらですね、螺鈿は今こうやって皆さんとお話しすることができていなかったわけでございますな帰ってこれてよかった笑い事じゃねえ。そうだからですね、この話をなぜしたかと言いますと、お酒は怖いんです皆さん。螺鈿みたいにね、死亡だからガハハハハと言ってる人でも油断するとこうなるんでございます。なのでね、皆さんも自分がお酒は慣れていると油断してる方とか、あとはお酒初めてだけどちょっといろいろなんかこれとか挑戦してみようかな、アルコール度数高めだけどまあいけるっちゃないって思ってる方、お酒は怖いよお酒は美味しいし
美味しいし、美味しいし、生きる糧になるっちゃけど、今日も帰ったらお酒を飲むために頑張るぞいみたいな。頑張るぞいみたいになるっちゃけど、まあ、怖いものでございます。なのでね、皆様もお酒を飲むときには慎重に。もちろん他人に強要させてはいけませんよ。この話のオチとしては、そのお客さんから度数高めの、お酒の缶をもらったやん。で、マスターと半々にしたって話したやん。でも、後日聞いてみたらマスター、あの酒半分捨てたよ、あははって言ってて、うわー捨てたんかい半分なんで律的に半分飲んだのに捨てたんかいと思って、もういただいた酒を半分捨てていた、こっそり捨てていたマスターということでございますね。マスターなので皆さんお酒はほどほどに、もちろん美味しいお酒もいっぱいありますけれど、失敗するとラデンみたいにこうやって失敗談を話す羽目になりますよ。で、もしお酒の失敗談あったら今後解説予定のラジオフォームに送ってください。人の酒の失敗談聞くのって結構面白い。いや、レリカはね、あんまりお酒の失敗実はあんまなくて。そうなんや。そう。結構飲んでも、悪酔いはしないタイプ。そう、喋ったりとかが、なんかふにゃふにゃになっちゃったりとか、こう立ち上がった瞬間に足から、こう、崩れる危ないみたいな。座って飲んでる分には平気なんだけど、席から立とうとすると、もう体が落ちちゃうみたいなのは、危ない、あるんだけど。それ、結構悪い。悪い大丈夫かな、それ。大丈夫。そうだね。で、朝方まで飲んだ帰りに、盛大に道端でずっこけて、もう周りの人に、大丈夫ですかって5人ぐらいに囲まれて、足血まみれになったのが一番恥ずかしかった最近の酒の記憶かな。失敗しとるやないかうわー、体が言うことを聞かねーってなる。お酒は皆さん怖いですよ。もう何言ってるかわからないぐらいベロベロになることってあったないんじゃないかなって思ってるけど。こそなんか学生の時にそのお酒を飲めるようになったタイミングで、なんかそのすごい優しい女の先輩がいて、先輩がなんか私はもう見ててあげるから、その今のうちにどれぐらいのキャパか知っとけみたいな。でもそこで初めた千鳥足ってこういうことなんだ。フラフラする感じ。すごいね、平行感覚がなくなって、そんな飲んでないですよ。4杯とかかな。でもさ、割と初めの方で4杯飲んでるのすごいけどね。でも限界までって言われたから。なるほどね。ちゃんとじゃあ先輩は面倒見てくれたの？見てくれた。優しい。なんかお水とかね、くれたり送ってくれたり。優しい。てかみんな知ってた？団長マジでバカしちゃったんだけど、前日に、なんかスタジオでちょっと3期生と会う機会があって、で、その時にさ、お菓子とかも食べてたんだけど、で、団長がね、明日人間ドックなんだよ、みたいに言ったら、じゃあ、夜から食べれないね、みたいな話はしてたの。マネちゃんたちがしてたのを聞いてたんだけど、団長さ、説明書を見た時に、朝の7時までは食べていいって書いてあったの。これ、マネちゃんたち情報古くない？医療って進化してるから昔はそうだったかもしれないけど、今はそうなんだよ。へへん。説明書見たもんって思って、夕飯8時に食べてそっからお腹が空いて、朝の3時、ちょっと眠れなくてさ、寝る前に唐揚げ1個とおにぎり1個食べたの。唐揚げ1個とおにぎり1個ならもう0キロカロリー一緒って食べた後にちょっと不安になって、もう一回説明見とくかと思ってもう一回説明見たら、午後診察の方はって書いてて、あれこんな文字あったっけ？あれ次のページがあると思って、じゃあ皆さん次のページをめくってください。ペラリ。前日の21時までに夕飯を済ませてください。それ以降が絶食。いや、書いてたんです。いや、マジかよと思って、嘘食べちゃったよと思って。いや、食べる前に確認するべきじゃん。いや、でも自信があったよ。だって説明書に書いてたからさ。でも、不安になってみたらね、書いてあって、それ気づいちゃったんだよね。夜食なければセーフだった。いや、気が気じゃないよね。これさ、バリウムできないんじゃないかと思って。朝一だったんだよ。朝の9時とか。行ってさ、受付の人にすいません。唐揚げとおにぎり食べちゃったんですけど、バリウムできますかっていう話をして、た
ちょっとお医者さんと相談してくださいって、受付ではちょっと分かりかねますみたいに言われて、まあ、内科の先生、デーベテランの先生みたいな人がいたんだけど、その人にバリウムやる予定だったんですけど、朝の3時ぐらいに唐揚げとおにぎり食べちゃったんですけど、みたいに言ったら、先生曰く、いやまあ、時間経ってはいるから、まあ、消化結構されてるかもだけど、ただ、やっぱご飯粒とかが影になって、ちょっと、精度は落ちるね、みたいな。で、団長その2、3年前に胃が綺麗で、次、胃カメラとかするんだったら、まあそういう10年、20年後で大丈夫みたいなこと言われたんですけどって言ったら、じゃあ今回やめますかみたいな。だから、バリウムなしにした。フレアとさ、人間ドック行った時も多分、残腸ちゃんと絶食したんだろうね。覚えてないんだよ。忘れてた。もう2、3年前だからさ、バリウムが嫌で食ったと思われてそう。バリウムやったことないからわかんない。血液検査も言っといた。血液検査も中性脂肪とかがちょっと高くなるかもですけど、でも基本大丈夫ですって言われたよ。まあ、ちょっと中性脂肪とかが高めになっちゃうかもですけど、基本大丈夫ですよ、みたいに言われて。トイレやばいな。ゲップがすごく出る。そうなんだ。コーラを一気飲みしてゲップするよりきつい。バリウムはマジしんどい。やばい。なんか自然に回避しちゃった。そう、スバちゃんがなんかシチュー食べたとかなんか、そういうエピソードさ、ちゃんと男女見てたよ。そう、スバちゃんが、そう、人間ドックで、なんか朝ごはんもりもりさ、シチューとご飯食べて、で、なんか寒い日にね、採血かなんかしてる時に、ご飯って食べられましたって言った時に、あ、これは偉いことだみたいな。朝ごはん食べるのは偉いことだって言って、シチュー食べてきましたって言ったのを、そういうの聞いてた。知ってたのにもかかわらず、その時は忘れてた。だって説明書にさ、朝の7時まで食べていいって書いてたからさ、そう、くしゃみでそう、すいません。ね、物が少ないから音が響いてしまう問題についてはどうしたらいいのかわかんないですね、今んとこ2日間かけて引っ越しまして、21日に本来荷物を詰めて、で22日に荷物を出すっていうねあれだったんですけど、その日21日に坂本の荷造りが終わってなかったのに思ったよりキッチンのさ冷蔵庫の中身とか忘れてて、それを思い出して突然やばい終わってないってなって、あと最後の最後まで残したいものってあるじゃん。じゃあ PC 周りとかどうせ触るだろうってやつとか、リビングの方の最終的に詰めるものたちみたいな服とかねまではギリギリまで詰めてなかったので、その辺を詰めて、でまあ準備終わったんだよね。で業者さん来て、で運ばれてってみたいな感じだったんだけど、そこはめちゃくちゃ順調だったの。よし終わったと思って、でその日にもう新居に移動しちゃおうと思ったの。ここにライフラインとか全部通してあったから床に寝ようと思ってたのね。クジラを連れてまあ行こうと思いまして、で坂本も最低限の荷物しかないから持っていきます。じゃあいざ新居行くぞってなった時に、あそうだ新居の鍵を一回見とこうと思って、1本は通しといて1本はどこに保管しようとか考えてたの。鍵どこだろうっつって見たら、あれ鍵いやそんなわけないよね。で坂本の記憶の中では棚の上に置いてたのね。でも棚の上に置いてるとなくしちゃうよねと思ったからバッグの中に入れたの。でバッグの中に入れてもなくしちゃうかもねと思ってどっかに取り出した記憶はあるんだけど、そっからが記憶なかったので、でも結局バッグだったかもと思ってバッグ見てもないし、棚の上かなと思って棚の上見てもないし、どこに家の中全部探したのね。どこ見てもないの。これはまずいと思って、で坂本が先についててさ、玄関開けてあげないと業者さん入れないじゃん。これまずいと思って、でもう考えられる可能性が一つしかないのよ。段ボールの中にしまったの。いやこれやっちゃったと思って、引っ越し業者さんにすいません、箱詰めの時に鍵詰めちゃったみたいでってしたら、鍵詰めちゃったんですか？わらって笑われて、もう荷物は下ろせませんって言われちゃったの。だから当日に箱から取り出して、でまあ開けてやりましょうって話になったんだけど、でまあオッケーと思って、でもとりあえずさ新居に行くつもりだったからもう何も持ってないし、今どこに住めばいいのみたいな、この家にいたら明日の朝間に合わないしみたいになってて、いやもうしょうがない
ないから、これは、と思って、実家に電話して、ちょっとすいません、鍵を段ボールに詰めてしまって、って言ったら、ねえ、バカじゃないのって言われてまた笑われてさ、もうやだなんで、妹にね、マジでさ、本当にバカだよねって言われて、いや、もうごめん、止めてって言って。だから、わかった、じゃあちょっと親に聞いてみるわって言われて、親もいいよって言って、その日実家に行ったんだよね。でそしたらさ、実家に行ってさ、鍵を2本詰めちゃったんですよって言ったら、え、待って、あんたさ、それ逆だよって言われて、え、何と思ったら、それ、服、裏表逆だよって言われて、服が、裏表逆に来て、マジでタグ出っ放しでさ、電車乗っててさ、マジで焦っててさ、イライラで、あ、そうだ、着替えていこうと思ってさ、適当にパッて来たらさ、で、まあさ、その話をして、管理会社さんに連絡しなって言われて、管理会社さんとかってスペアのキー持ってんだよって言われたら、電話したの。実は、箱詰めの時に鍵を2本箱詰めしてしまって、つったら、箱詰め、2本ともですかって言われて、2本ともですって言ったら、ああ、初めてのパターンですねって言われて、で、めっちゃ笑ってて、向こうも、坂本も笑って、2人で爆笑しててさ、電話で、ちょっと確認取りますねって言われて、はーい、つって、確認取ってくれた次の担当の人も、また笑ってさ、坂本を、なんか今聞いたんですけど、2本とも詰めてしまったんですかわらみたいな。もうこれ絶対後で笑われてるよもうやんだけどってなって、最終的にね、もう超優しくって、その水曜日ってさ、不動産みたいなやってないんだけど、わざわざ届きに来てくれたの。もうめっちゃ申し訳なくてさ、カシオに渡してさ、マジですいませんでしたって言ったら、すごい優しい人で、あ、クジラ飼ってるんですか？私も飼ってるんですよ、みたいな。ちょっと、よくわかんなくなっちゃったけど、そういう話とか聞いて、あ、優しいな。あ、よかったと思って、新居来たんだよね。でさ、で、全部荷ほどきしててさ、で、坂本やっぱ物がね、そんな多くないんだなと改めて思ったの。で、あ、大丈夫だと思ってて、で、今この新居の響きを手に入れたんだけど、ないんだよね。鍵が。鍵がないんだよね。どこ行ったの？詰めてなかったの。マジどこ行ったかわかんなくて。本当にどこにやったか記憶にないんだよね。やばいよね。ちょっと今度また前の家に戻って探しに行かなきゃいけない。探し行ってもそれでもなかったらもう自白するしかない。すいません。2本ともなくしました。怖いなー怖いよな怖いよな坂本クロエはもともと税理士さんに言われてたのね。お引っ越しの時に物をなくす人が本当に多いんです。だから大事な書類とかも後で発送しましょうかって言われて、でもいや坂本クロエ物をなくさないんですよね。物なくしたこと全然ないんで、紙ゴムとかあと部屋汚いから部屋の中でなくすはあっても物自体なくすことなくてってちょっとや顔でめっちゃドヤ顔で言ってたのにさ、フラグ回収してさ、もう本当に嫌だもん。もうマジで自分が嫌だ。そんで Wi-Fi ルーター買ってねえし、もうなんなんこいつ、もう信じられないんだけど。で、未だにさ、ちょっと坂本クロエのこのね、家、構成されてる家具たちが少なすぎてさ、椅子がないのね。椅子がないから今、坂本のベッドのマットレスを曲げて、椅子代わりにしてんのね。だから今、めちゃくちゃ倒れそうなバランスのもとね、すごいなんか組体操みたいな体勢で座っておりまして、あと、食器をね、ほとんど全部捨てたんですよ。せっかくだし、新生活としてちゃんとした綺麗なの使おうと思って、しおん先輩も呼ぶし、バカだから、買った食器全部ガラス製だったの。耐熱ねえじゃんってなってて。どうすんねんこれ。おい、しおん先輩をダマくらかすために可愛さ選んだら全部間違えたわ。機能性重視しろ。まあ、あと、そもそも、今別にガラス製でもいいなって思った理由が、電子レンジないんだよね、この家。ついでに言うと、洗濯機なんかもなかったりして。はい。なんもない。
もうなんもねえよ。本当になんもねえよ。マジさ、カーテンとかも置いてきたんだけど、カーテンはね、なんかもともとついてた。前住んでた人のカーテンかわかんないけど、ついてたから、そのままにしてる。もう終わりだよ。あとあれもない。炊飯器も。鍋もない。電気、ガス、水道しかない。もう、やばいよ。もう引っ越し難しい。もうわかんない。もうわかんない。なんで義務教育で引っ越しやんないわけ？絶対こういうの困るじゃん。しかもあれもしてないの。郵便とか配達物の転送みたいなやつ。もう何にもしてない。いや絶対さ、引っ越しってさ、義務教育入っててもよくない？だってさ、誰しもが引っ越ししない？結局は。いやでも、無事引っ越せてよかったなって思いました。やっぱ推しの力って強えって思ったのは、シオン先輩が坂本にさ、見て、可愛いファンアートあったって言って、塩シャチのファンアートを送ってくれて、で、その後に早く引っ越しして、坂本って。可愛くないね、可愛いよね。脈200ぐらいない？勘違いじゃない。いやだってシオン先輩は坂本にわざわざこんなね、チャットを送ってくれてさ、そして酔っ払った時も坂本に連絡をくれてさ、これは絶対好きってこと、絶対好きじゃん。こんな、逆にこれでさ、脈ないっていう発想おかしくない？どうなってるわけ？カバーにカバーするな。なんなのだなんでカバーオンカバーよね。でもね、しのくは何が大変って洗濯が大変なのだ。そう、手洗いでこう、ブジャブジャブ、ムサムサムサってこうね、ブジャブジャブジャブして、ブジャーってジャブジャブジャブして、パッパーとこう、干すのもね、こう、平干しして、ちょっと大変なのだよね。いや、あなた、しのくは2枚だけど、1枚は、ニトリか、無印で買った枕だから、これはほんとにポポーって洗えるのだ。落花生でさ、しのくそんな氷みたいにツルツルじゃねえのだよ。どんだけ滑りいいんだよ。そんなわけねえだろ。滑りすぎだろ。サテンみたいなの想像して、あなたはさ、前ね、その、サテン生地のね、服を買ってね、サテンの洗い方知らなくてね、洗濯機に入れたらね、大変なことになったのよ。やっちまったことがあって、1回でダメになっちゃった。嘘だなーってね、洗っちゃダメなのこれみたいなって、1回で終わった。もう着れないやんって。知らんかった。うわーってなって、もうそっからもうそういう記事は買わんと思った。みんなだってそうなったことあるくせに。ないのはサテン生地を買わないからだよ。せっかくだからなんか話そうよ。何話す？何がいいかな。みんなの小学生の時にやっちゃった失敗談とか。スバル普通に漏らしたよ。なんで？逆に漏らしたの？漏らすっていうのはさ、ねしょんべんってこと？いやいや、普通にしょんべん。プールが終わって、プールカバン持って学校から電車乗って家帰ろうとしてて、で駅の方まで頑張ったんだけど、そこで普通におちっこ漏らしちゃってでそうなのね。パンツが大変なことになったから、プールカバンに入れたら、そのプールカバンを電車に置き忘れて。おい、やめろよじゃあ、その汚ねえパンツが。汚ねえパンツ。行っちゃったんだよね。そうなんだ。未回収なの？未回収だよ。今もなお。電話もしてないの？その、JR とかに。いや、わかんない。母ちゃんにそれ言ったら、母ちゃんなんか苦笑いしてて、もうそっからわかんないのよ。何がどうなったか。そうなのか。みんな逆に漏らさなかったの？小学校の時。漏らしたよ。漏らしたことはないかも。ほら嘘！絶対漏らみおちゃん、それは持ってるでしょが。みんな、あるでしょがよ。我慢しなかったもん、別に。すぐね。なんかさ、笑いすぎてちびっちゃったことない？みこちゃんあんの？みこあるよ。友達と書いててさ、なんか全部にツボがハマってる時期で、なんか電柱がちょっと顔っぽく見えたりとかした時に、あれマジで顔じゃんっつって死ぬほど笑い転げて、おちっこちびった。何歳の時それ？それ小6ぐらい？小6はやべえ
結構大きいうんな小6は結構強いな。スバル小2とかだからあれだもん。そんな感じなのみんな。まあそういう時もあったんだね、みんな。ピンチもあるよね。あるよね。ラッキーなでもこうね、なんか17ぐらいの時に、どれぐらいおしっこ我慢できるんだろうって、ふと思って。ちょっと待って、17歳って結構ね、まいや、そう、なんか、ふと、なんか、行きたくなったら行くけど、人間ってどれぐらい耐えられるんだろうみたいな。で、耐えたら膀胱炎になったよ。ねえ。どんだけ我慢したら膀胱炎なの？でも、2日ぐらいしか我慢できなかったかも。2日やばお前。2日はやばい。やばいよね。すげえ。それからはちゃんと行くようにしてる。実験ね。研研究者だったんだ。そうそうそう。どれぐらいかなって。体を使って研究するマッドサイエンティストってことか。そうそうそう。そうそうそう。爆発しなかったよ。でも、もうなんか、足クロスさせないと無理だったからね、もう最後。足クロスさせないとダメなんだ。そう、もう、クロスして蓋しないとダメだった。小学生からインターネットしてたから、まじ小学校の頃ほんとインターネットでイキリ散らかしちゃって、もうほんと黒歴史がいっぱいあってさ、いやーやっちゃったなマジで。なんか、お絵かき掲示板とかで、小学生マウント無限に取りまくってたから船長当時。私小学生なんだけど、こんなに可愛い絵描く小学生おるみたいな感じで。マウント取りまくって、今学校のパソコンから書き込んでまーすみたいな感じの、ガチ小学生アピールみたいなのしまくって、そんで管理人さんとかに学校のパソコンで見られるとなんか残っちゃうから見ないでもらっていいですかみたいな、めっちゃ迷惑がられてて、いろんなことがあった。そういういろいろな歴史があって船長は今気をつけてインターネットをしてるわけ。いやみんな気をつけようね、ほんと。インターネットでの失敗はね、幼いうちに済ませた方がいい。大人になってからやらかすと、とんでもない。管理人さん優しい。いや、ほんと優しかった。当時のこと思い返すとマジもう嵐と変わんなかったもん、船長。家族のみんなにも教えてあげて。いや、ほんとに。ほんとひどいことしてくるよね。エッチなサイトって。若い頃、出来心でね。まあ、共有のパソコンだったんだけど、当時は。ちょっと、エッチなサイト見たら、やられて、どういう仕組みかわかんないんだけど、インターネットエクスプローラーを開くと、最初のページがもともと Yahoo だったんだけど、それがね、エッチサイトにバンって出てきちゃうようになって、直せなくて、やばいと思って、バレちゃうと思って、どうしよう。でもなんか、親に気づかれる前に自分から自白した方がいいじゃん。だから親に、なんか、ポケモンの裏技見てたら、なんか、変なの騙されて押しちゃって、そしたらこうなったみたいな言ってごまかした。これ結構上手くない？実際ポケモンの裏技見てたのは事実だし、船長が。船長マジ夏休みとかに永遠にポケモンの裏技ずっと検索しててマジこれ自由研究としてさ、取り上げられないかなっていうくらいに研究してたね、ポケモンの裏技。ワザップとか今でこそもうさ、なんかバカにされてるけどさ、ガチでワザップユーザーだったしね、船長。今の子たちがさ、ワザップわらわらみたいなこと言ってさ、お前本当にワザップを経験して生きてきたのかって聞きたい。船長はワザップをちゃんと見てきて、その上で、しかもワザップに釣られてデータが消えるなどの思いもして、あなたを器物損壊罪で訴えますもん本当にやってきたわけ。あれは、リーフグリーンだね。デオキシスが手に入る裏技だったんだよ。スタート画面で、なんとかかんとかなんとかを押して、ボタンを押すと、データをクリアしますかというメッセージが出るので、はいを押すと、ゲームデータがクリア扱いになって、すべてのポケモンのデータが入るみたいな、ワザップだったの。それを見て、で、船長は、そのボタンを押したらデータをクリアしますかって出てきて、あ、これでクリアできるってことかって思って入ってたら、で、その後起動してみたら、初めからになってて、あれって思って、あれって思ったんだけど、いや、でもなんかイベントがあるんだろうなって思って、とりあえず初めから押したら普通に初めから始まって、あれってなって、泣きながら友達に電話して、ポケモンの裏技のサイト見て、やったらポケモン全部消えちゃったって、友達に電話したら、その友達も、マリンちゃんかわいそうって一緒に泣いてくれて、共感型の不女子のオタクだったから、共感して泣いてくれたよ。優しい女でしょ、ほんと。不女子もほんと変なやつばっかりって思われてるけど、いや、その子もほんと変な子だった。テニミュ俳優の写真と自分の写真のクソコラを作って付き合ってるみたいなことを触れ回るような、ちょっとすごい女だったけど、でもそういう共感してくれる優しい女だった。中学生の時です。おっぱいの大きいグラビアアイドルちゃんがいて、その名前を調べて、エッチな画像を見ようとしたら、あなたはもうこのサイトを見た時点で契約始まっております。今すぐ27万円をここの口座に振り込んでください。あなたの住所や個人情報はもう把握しておりますっていう風に出てきて、本当に焦った。トラウマ。ないよ、そんなお金。待って、これどうすればいいの？ママに言った方がいいのかな？でもママに言ったら怒られちゃうよ。ダメだよ。どうしよう。ダメだ
それからね、やめた調べんのは。男子中学生じゃ無視でいいよ。あん時マジで焦った。僕はもう夜な夜な、本当にね、震えてたよ。ママにバレちゃうかな、おっぱい調べたの、と思ってね。で、それからしばらく、そういうね、なんかね、エッジ系のものは調べませんです。ミコちゃん交番に駆け込んだらしい。ミコ先輩やっぱ僕たち似てんね。僕はね、なんかね、そういうなんか、エッジ系はね、ダメなものとさゆりに結構教えられてたんだ。だから、ダメだってさ、触れてはいけないとは思っていたけど、興味はさ、気になっちゃったんだよね。でもそれからもう、いや、もう、懲りたね。こりゃ性教育が遅れるわ。いや、ほんとだよ正しいね、知識を得られない状況にある。良くないと思います。怖いですよ。結局どうしたの？誰にも言わないで、とりあえず無視した。なんか無視して、1ヶ月ぐらいはビビってた。マジで怖かった。上回って失敗談とかそんなだらしない感あるのなんで？失敗談とかそんなないのだらしない感あるのなんで？どういうこと？失敗談は私ないですよ。いやでも絶対ね、失敗談あった方がいい。失敗談あった方がおもろいもん。いや、ポンコツと失敗談別じゃない？失敗談以外あるんですか？エブリデイ成功ガールだが。いやでも失敗談あった方が絶対おもろいんだよな。だって、お酒に酔って掃除機に告白してた友達めっちゃおもろかったもん。そういうの欲しいよな。ないんだよな。割と常識人なんだよな、私は。いや、めっちゃおもろいよね。ちょうど胸に収まるサイズしゃがんでね、丸いやつね。だったから、なんか撫でながら告白してて、そっかっていう。じゃあ、あまりにおもろかったから止めなかったわ。そういうの欲しいんですけどね。皆さんなんかあります？ちょっとあの時気狂ってたわみたいな失敗談ないですか？私はなんか一般人の域を超えらんねえよ、やはり。なんかこんなこと言うと本当にあれなんだけど、もうすっげえ疲れてたっていうのも加味して聞いてほしいんだけど、タイムズスクエアで、しかもね、夜に行けたわけじゃないの。なんか明るい中のタイムズスクエアで、だけど昼に行ったら、なんかただの渋谷だったわけ。なんか、そんな感動なかったかも、みたいな。スクランブル交差点のさ、でっかいモニターあるじゃん、ツタヤ前の。だからタイムズ渋谷だなっていう風に思ったくらいだった。渋谷でっかくした感じ、まあそんな感じかな。なんかね、東京にかぶれてしまった。私は東京かぶれになってしまった。マジで。田舎生まれの女だったのに、ハイテクなものを見てもキャーってならなくなってしまったんだと思って、自分の心が、情緒というものがなくなってしまったんだと思ってすごい悲しくなったね。アメリカらしいものは食べたの？アメリカらしいものは食べなきゃと思って、無理やりにでも食べました。ペパローニはまあ食べなきゃと思って食べたし、ハンバーガーも食べなきゃと思って、でもハンバーガーね、本当はもっと、肉厚、ジューシー、チーズ、ドバー、ワーオみたいな、そういうやつを食べようと思ってたんだけど、食べなかった。どのハンバーガーを食べたかというと、マック。なんでちょっとマックを選んだかっていうのもね、違うのよ。日本食が恋しくてとかそういうひよったわけではなくて、違うの。味の違いを知りたかったわけよ。向こうのマックはサイズがめっちゃでかいんじゃね？アメリカ限定メニューとか、なんかあるかなと思って、行ってみたの。本当にニューヨーク行ってた渋谷のマックじゃない？私が行ったのはもしかして、渋谷のマックということで、まあ、行ってみて、シンガポールで食べたマックのチキンがめっちゃうまかったの。ちょっと辛口で、衣がサクサクしてて、もう一本食べたいみたいな、本当にめっちゃ美味しかったのね。いや、そういうのあるかなーと思ったんだけど、なかった。ニューヨーク限定とかもなかった。なんだったら、メニュー少なかった。なんだったらハンバーガーのサイズも別に大きくなかった。なんだったらピクルス抜きってしたのにピクルス抜かれてなかった。なんだったらストロー選んだのにストロー入ってなかった。なんで？どうして？アメリカの地域限定メニューはほぼないぞ。やっぱそうだったんだ。やっぱないんだ。なんかね、それで言われたの。ニューヨーク限定とかなかったんですよってマネージャーとかに話したら、そうなんですよ。ニューヨークは結構シンプル。そうだったんだ。ニューヨーク限定ハンバーガーなかったんだ。みたいな。なんだと思って。だからね、別にマックは食べなくてよかった。悲しい現実知っちゃった。そうだよ。みんなに教えてあげるね。ニューヨーク限定のマックはありません。
アメリカ旅行に行ってきたじゃないですか。で、カリフォルニアのディズニーに行ってきたんですよ。このアベンジャーズエリアの中にあるグッズショップに行ったの。で、買い物するぞと思って、スパイダーマンのさ、ショップとか立ち寄ったんですよ。そこにディスプレイに飾ってある、すごいかっこいいフィギュアがあったの、スパイダーマンの。うわー、これいいなーと思って見てたのよ。でもそのディスプレイに飾ってるフィギュアって、店員さんに言わないと出してもらえないレベルのやつだったの。まあ結構お高いやつだったわけ。3万円ぐらいのやつ。若干大きめではあるし、荷物になっちゃうしなーとか思いながら、でもかっこいいなー。っていう感じで見てたら、ルイ姉が、あ、それ欲しいですかって店員さんに言ったら出してくれますよ言ってくれて、でもなーとか言いつつ、欲に負けて、買っちゃおうということで、店員さんに話しかけたの。で、裏から、yes, okay, みたいな感じで出してくれたんだけど、そのね、箱がめちゃくちゃでっかいわけ。ミコのキャリーバッグには到底入らねえサイズやん、みたいな。もういっぱいお土産とかも買ったから、いやもうちょっとこれは本当にどうやって持ち帰ろうと思って、まあみんなに怒られちゃうかもしれないんだけど、まあ部屋に戻って荷物整理してる時に箱から出したの。箱はでかすぎたから、その中の梱包のまま持って帰ろうと思って箱は取って、中の梱包のやつだけでキャリーケースに入れたの。でもちゃんと梱包はされてるんだよ。なんだけど、でちゃんとお洋服とかでも包んで、これなら大丈夫でしょ思ったんですけど、もう一つのホテルで撮ってたから、次のホテルに行って、またキャリーケース開けて、いろんなのに、お土産とかも詰めたりとかしてたら、ポロってなんか赤い、なんかポロってすごい小さなプラスチックが落ちてきたのね。なんだこれみたいな。なんか黒い線が、その指に指って言っちゃった。これまさかと思って、スパイダーマンの梱包を開けて、見たら、スパイダーマンの指が取れてたの。もう、マジで辛かった。でも、シュ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 ってする、シュシュシュのポーズの方の指じゃなくて、逆側の手の指だったの。だから、そんな目立たないわけ。言うてね。個詰めてたんかじゃないの。親指以外が取れてたわけ。計4本。まあでも不幸中の幸いプラス、ちゃんとその梱包してたから、4本残って、4本残ってたから、これは帰って、その瞬間接着剤でつければ治るだろうなって思ったの。クレアには言ったの。みよこ全然、あれなんだけど、悲しい話してもいい？なにどうしたみよこっち？ウキウキで買ったスパイダーマンのね、フィギュアのね、指がね、取れてたの。っていう話をしたの。そうなの？もっと早く言ってよって感じで、まあ、励ましてもらったわけ。で、結構ミコよりも重く捉えてくれてたの、フレアは。でも、ちなみに、シュ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 の指の方じゃなくて、逆側のさりげなく見えない方の指だから大丈夫だよ。ミコはね、フィギュアはね、箱から取り出して飾るタイプだし、そこまでね、もうこれは折れちゃうから危ないみたいな感じでやるタイプじゃないから、全然大丈夫。接着剤でつければね、心的には大丈夫だから心配しないでって言ったの。で、そうなんだって言って、まあ大丈夫だよって思ってたわけ、ミコも。でね、まあ日本に帰ってきたわけじゃないですか。で、キャリーケースから、もういろんなお土産を取り出したわけ。よし、スパイダーマンのフィギュアどこに飾ろうかな。いっぱいいろんなグッズ買っちゃったしな。コーナー作んなきゃいけないぐらいだわな。ダーハーとか思って、さーってその梱包を解いて、開けたら、ポロポロって、また、ポロポロってなんか、破片が落ちてきて、何？見覚えのあるやつ、落ちてきたよ。だって、見たら、シュ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 の方の指も取れてたの。スパイダーマンごめんねーって、シュ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 の指も取れちゃってるじゃーんって。もう、ショックすぎて泣いたんだが。いや、一回さ、その指がさ、取れたからさ、めちゃくちゃ頑丈にさ、梱包したつもりだったの。いや、そう、キャリーケースはね、
ね、ダメなんだっていうことに気づいたよね、その瞬間に。でも結構太めのシュ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 の指が取れてたから、これはダメだったんだと思って、いやー、箱の必要性を感じたよね。本当に。でね、さらに応用帳かけたんですよ。いや、でも言うてね、日本でも買えるフィギュアだったよなーとか思って、ちょっと調べたわけ。レアリティを。まあ、心の慰めになるじゃん。ね、接着剤治んなかったらまた、いつか買えばいいかとかさ、心の問題で見たわけよ。そしたら、どんだけ探しても、そのスパイダーマンのフィギュアの画像が出てこないの。どういうこと？もしかして、海外限定のマジの激レアスパイディと思って、まあ、泣いたよね。いやもう本当にこれは、ミコの失敗談としてみんなもさ、学んでほしいなと思う。もし海外に行った人はね、やっぱり壊れてほしくないなと思うものはキャリーケースに入れるべきではないということ。これをみんな肝に銘じといてください。しくじり先生かなって。いやガチのしくじり先生ではある。煮物とかもそうじゃん。冷めてから味が入るよ。そう。だから、料理の味付けってちょっと薄めにしといて、で、冷めてきたらちょうどいい味になるぐらいが一番ベストなんだけど、それがまた難しいんですよね。味の足し算はできるけど、引き算ってできないんだよね。一回味付けたら。チョコさ、料理でめちゃめちゃ失敗しちゃったことがあるの。なんか親子丼作ってたんだけど、初めて作った時に、ちょっと人数が多い親子丼を作ってたんですよ。そう。めちゃめちゃでかい鍋に、何人くらいかなあれ ?100 人分ぐらいの親子丼を作ってたの。もう時間ないからって大きな鍋にガーって作ってて、で、そしたら、卵を入れて、で、普通に作ってたんだけど、ちょっと、チョコを呼ばれて対応して、で、戻ってきたらもう鍋底がめっちゃ焦げちゃってて、卵って火通るのめっちゃ早かったんだーって思って、しかも焦げの匂いとかってさ、一気に全体に広がるんだよね。でもその時は、ごめんなさいってめっちゃ謝って、近くのスーパーまでガンダで走って行って、卵と玉ねぎと鶏肉、ガーって買ってきて、卵20個に、鶏肉何キロだろうね。めちゃめちゃバーって買ってきて、ごめんなさいとか言って泣きながら作り直した思いあるわ。20個じゃないか、もっとかあれ。40個ぐらいか。なんかその時点からチョコは、卵料理はしないって決めた。そう、もう二度とチョコは大量の卵調理はしないと決めた。そう、だからもう親子丼トラウマになっちゃって、チョコ親子丼マジで鍋で作ることしないんだよね。作るとしてもレンジで作るみたいな。もう怖くて。普通にさ、親子丼怖いチョコ。火を使わないレシピだったら作れるんだけど、そう、鍋で作る親子丼が怖すぎて、チョコには無理だった。火を使わないレシピはできる。いや、前作った親子丼の回あったよね。レンジで。火を使わないレシピって確か親子丼の回やった気がする。生椎茸事件っていうのが今週はあって、火曜日に感動的な歌枠をした後、次の日、さあ今日も頑張って配信するっちゃばなーとか思ってたら、なぜか生で椎茸を食べてそのまま腹痛を起こし、スバルの腹が死ぬという事件があったんですけど、最近ね自炊にハマってんだよスバル。お味噌汁をね作ろうと思って、で椎茸を切ってた。でそのスバル思ったんだよね。なんかそういえば CM でマッシュルームを切ってそのままサラダにぶち込んで食べてた気がすると。もしかしてキノコって生で食べるのが一番イケてるのではってそれが通なんじゃないかみたいな。刺身のように醤油で食べるのが一番イケてるんじゃないかってふと思い立って、こう端っこの薄くスライスしたやつをこう醤油につけて、まあこれが通の食べ方ですよ。I'm Japanese とか思いながらドヤ顔で食べたら死んだ。そのキノコを生で食べることって常識じゃないと思って。とり
ししたい人はよく通る道だよねぐらいのレベルだと思ってたんだよ。ダッサじゃねえよ、ダッサじゃ。おかゆに泣きついたのね。もうマジで無理かもしれんって。なんかもう死にそう、もう冷や汗ダラダラでさ、払いたいから。でもさ、おかゆ、生でマッシュルーム食べれないの知ってた？生でキノコ食べれないの知ってた？おかゆ。でもなんていうかさ、すばりそれやっちゃったんだけどさ、まあ通過儀礼みたいなもんだよね、これ一人暮らしの。まあちょっとおっちょこちょいみたいなこともあったけどさ、なんかまあそういうところもまあなんか可愛いよね、へへっつってもうなんか冷や汗ダラダラでよくわからんことを供述しててさ、そしたらさ、おかゆがさ、いや、スバルちゃんおかしいよって言われた。やばいよそれ。ちなみに常識だからってキノコ食べちゃいけないよ、常識。そんなスバル、じゃあキノコのツイート、スバル本当にやべえやつみたいじゃんってキノコって食べちゃダメなのってあれちょっとマジで言ってたんだけど、まあおかゆにその告白するまでまあそういうおっちょこちょい、またバカやっちゃった、バカバカっていうね意味を込めたツイートだと思ってたら、もう単純にやべえやつだったっていうもうさ、でしかもさ、ああいうツイートに限って伸びるしさ、もうやめろ、止まれ、1万ファボやめろ、6000ぐらいでいつも通り止まってくれ。どんどんファボが伸びて1万円じゃだーと。おいお前ら、キノコは生で食べちゃダメだぞ、本当に。スバルみてえになるからな。ちなみに生キノコの味はあんま美味しくなかった。気高い上品な香りがするがうまくはねえなと思って食べんのやめた。本当にあそこで食べんのやめといてよかったわ。死んじまうところだった。でそこからルーナ知ってる？スバルはルーナがね、それ知らないと思ってたの。知ってるルーナ、お前キノコって生でそのまま食べちゃダメなんだよって言ったら、生で食べようと思わんのらって言われてもうめっちゃショックだったんだけど、嘘でしょ、生で食べるだろ生でさみたいな。普通にキノコ狩りってキノコ勉強しとかねえとやべえよマジでっつって、生で食わんって生でいけるとずっと思ってたわ。むしろ通なのではとか思ってたわ。死にたい、やべえのらルーナに言われたらおしまいと思って。クッキー食べよう。ね、クッキーの賞味期限ってどのぐらいなん？よくいもちにさ、ほぼ月1ぐらいでさ、手作りお菓子送ってもらってんだけどさ、あ、でも残り1個のクッキーだ。手作りは短いよ。2週間ぐらい経ってないけど。でも美味しいよ。てかさ、やめとか。この話したら、さすがに疲れちゃうかな。本当にいかない？餃子ってあるやん。餃子の種作りますやん。味付けとかするじゃん。その時、毎回味見してたんだよね。でも、豚肉の生ってやばい、死ぬ可能性あるって最近なんかの動画で見て知ったんだよね。さすがに生で食わねえわ、豚と思って。でも、餃子の肉って生だよね。なったわ。これ、ミコ、最近気づいたの。でも、生きてる。すごくね、これ。生きててよかったね。二度としないで。はい。もうそっから怖くなってさ、ミコ餃子作り。癖でさ、味見しちゃうかもと思って、餃子食べたいってなっても冷凍餃子にするようになったの。そうしたらさ、まあうめえんだよ。冷凍餃子ってみんな知ってる？水とか入れなくても羽根付き餃子簡単に作れんの。みこちこの話題加湿器レベルです。1週間入院したことあるからやめな。すごくない？みこ生きてんの。お疲れ様なのらね。生で味見する人いねえから。その話お母さんに話したの？話してない。弟には話したの、この前。実は毎回種味見してたんだけどさ。豚肉ってさ、生で食べちゃいけないんだもん。誰もじゃん。弟冷えすぎてて草。ごめん、引いた。それでも、生き延びてるミコが死ぬわけないだろ、ハードコアでさ。だから、つまり話は戻るけど、2週間置いたクッキーなんて余裕のやっちゃんで食えるわけ。マジさ、光熱費もさ、まともに払えなかった頃、冷蔵庫もなんもなくて、その時ってさ、最終何食ったかっつうとさ、いつ送られたかもわかんねえ。数年寝かせたさ、干し柿。おばあちゃんが作って送ってくれて、みんなずっと食べてなくて、ずっとなんか冷蔵庫の奥にあった干し柿しゃぶったからね、最終。色はやばいけど、怖でも干し柿のさ、周りについてるさ、砂糖の塊はさ、あれはカビじゃねえじゃん。保存食そうだよね。ばあちゃんってすげえなーって思った。
蜂蜜と一緒に糖度が高すぎて腐らない。ほらー、干し柿の周りの白いのはカビですって。糖分が出て固まったやつでしょ、あれは。カビじゃないよ、あれは。砂糖だよ、そうだよ。わかった、ミコ以外でも世間知らないやつはいるんだな。うん。ミコチジャングルで生まれた。美容室でさ、髪の毛洗ってもらうときに一発目のシャワーの音がしたタイミングでさ、びっくりして、ふんってならない？なんか腰をぐったいみたいな。なるよね。ゾワじゃん。なんか、背中の筋みたいなところがさ、ゴキヒキってならない？美容室で髪洗わないからわかんない。払わない？最初に流さない？まあ、そう、急にあったかいものとか冷たいものが頭に塗ると、びっくりするよね。美容室行ったことないからわからない。床屋さんってこと？床屋さんも行ったことないの？髪ないから知らない。髪の毛なくても多分ある感覚だと信じてますけども。1000円カットか。確かに、1000円カットって頭流さない。あれか、スプレーでシュッシュシュッシュされるよね。でも1000円カット便利でいいよね。でも、前髪、なんか全体は、ね、やっぱ、髪の毛を、ツヤツヤに保つために多少お金を払ってるタイプだからあれだけど、前髪とか伸びてきたら1000円カットに切りに行くわ。染めたくなくて、ちょっと整えたいだけの時とか、10分くらいでやってくれるもんね。そう、しかも予約なしでいいもんね、1000円カットって。突然行って待っててもさ、3人待ってても30分だもんね。そう、お手軽だよ。意外としかも、そんな1000円カットだから技術的にどうこうとか全然ない。普通にちゃんと切ってくれるし。海外は400円カット。400円カット？マジか。すごい安いじゃん。日本円と相場が違うのかみたいな。前髪は自分で切る。いや、でも前ね、自分で前髪切ったんだけどね、なんかインスタでね、見たんだけど、前髪を、全部つまんで、ねじねじねじってして、一つの紐みたいにして、それをパチって切ったらちょうど円形になって綺麗になるって聞いたんだけど、それをやってみたらとんでもない前髪が完成してさ、大眉になっちゃったよ。やらない方がいいわ。普通に目視で切った方がいいかも。バラッバラになってね、なんか、切った時はまだね、長さ的にはまだ我慢できるレベルだったけどね、お風呂入って乾かしたらね、なんか上がっちゃって、ちょっと髪の毛がヒュッて持ち上がっちゃって、なんか、勝手に眉毛があらわになった。イタリア語で乾杯ってなんて言うんだ？それはね、あれだよ。やめて！言わせないですぐ調べたらわかるよ、そんなの。もっとやめて！言わせないで、女の子に。そう、カナダね、この間、ウマ娘配信してて。でね、なんかあいつブラックリストかなんか登録されてるっぽくてさ、クレジットカードが作れないのよ。なんで何したんだよお前って聞いたら、わからないけど一回電気止められたことはあるとか言ってて、なんか過去の貧乏生活のせいでなってるらしくて、ちょっと私心が痛いからさ、あんまそこはいじらないであげんだけどさ、そう、銀行の残高がなさすぎてさ、なんか電気止まった。かわいそうだよ、私も心痛くてさ、かなったって。それなのによくあいつクレジットカードも作れないくせにマウント天使してくるわけ。特に2人でご飯行くと、まあどっちが払うかっていうのなるじゃない？私たちとかね、私もカナダも割り勘とかしたことないんですよ。そう、私順番に払う派だったのよ。今日は私が払う。じゃあ次あなたが払ってねっていうタイプだったの。私とカナタンは、まあどっちかが、てかどっちも払いたがんの。で、後から、私がおごってやったかなってマウントするっていうのがね、定期マウントなんですけど、私の方が出してる方が多いかな。あいつもたもたするから。私ね、瞬殺でカード出せるから。カナダのカードがね、クレジットカードカナダ持てないからさ、たまにね、このカードはちょっとって言われるの。なんかちょっといいとこ行くとたまにさ、すいません、このカード使えないんですよって言われるのね。だからカナダが、払うよっつって出したやつをね、返却されて、みたいな。現金とか、もういいよってなるじゃない。そしたら私が出す。マウント失敗はね、ほんと面白いよね。めっちゃはずいやつ。
でも一回それでね、かなたんが、まあ現金で払ってね、帰りの電車賃なくなって、それでも必死にマウント取ってたのも見たしね。配信外で輝く女だからさ、あいつ。配信でも輝いてますけど、もちろん。私、かなたんと、ノエル団長と、ルシア先輩と、4人でね、うちで話してた時に、実はね、そう、かなたんがカード作れないんすよって。マウント取ってくるくせに、こいつ、カード作れないんすよ。プークスクスクスって言ったらね、なんとね、ルシア先輩もね、私も作れないんだけどって言って、やべえみたいな。かなたんをお笑いディスしたつもりが目の前にいるルシア先輩まで、ディスっちまったぜってなって。なんだろう、私も全部審査落ちるんだけどつってて。某有名なね、学生でも、チンペラでも作れるんじゃないかっていう例のカード会社あるじゃない。とあるその誰でも作れるカード会社でも、それでもダメなのって、団長がね、ルシア先輩に聞いたら、それも落ちたのっていう。嘘だろって。ルシア先輩とカナタが、私たちきっと前世犯罪者だったんですかねとかって。前世犯罪者って思ったけど、そう、もはや反社なんですかとか言って。なんかブラックリストかなんかなのですかね。まあ、カナタンはちょっと心当たりがあるらしいんで、まあ、カナタンはいいとして、ルシア先輩はそういうのなかったらしいんですよ。まあ、貧乳に厳しいのかなって、やっぱそうね。やっぱ、胸が貧相だとね、やっぱちょっと落ちるのかなっていう壁はできましたよね。私と団長はね、全然作れたのに、なんでブラックまな板リストに、まあ、載ってたんじゃないのかなっていうね。なんか団長がルシア先輩に信用情報とかなんか確認した方がいいかもよってめちゃめちゃ真剣にアドバイスをしていて、私はずっとカナタンにそれを言われてクスクスしか言ってなかったね。やっぱさすが団長だな、大人だなって思いましたね。私はカナタンのお前プ電気とそれの情報のせいやでパパーって言ってたから、もう子供だよ私とカナタンは。まあでもその後ルシア先輩が3度目の正直でしたっけ、そう申し込んだら作れたよっていう配信で言ってたんで、まあよかった、これでカードが作れないやつはカナタだけになったんやってマジで心配されるのもきつい。確かにそれはそう携帯代の支払いとかが遅れちゃったらなるんですか？私携帯代さ、まだママに払ってもらってんだけどいやね、そうやって言い合える仲良くない？別に本気でバカにしてるわけじゃないよ。携帯代が一番ダメ。携帯代の滞納が一番ダメなの？へえ、カナタにそれかな？聞いてみよう。携帯代は経費で落ちるでしょ？携帯電話の料金今は本体のローンが一体化してるから滞納すると借金返してない扱いになる。そうなんですね。携帯って怖いんだね。PS5 当たりますように。そうです。皆さん、PS5 さ、応募するときにさ、ヨドバシはさ、カードを作らないとダメっていうのみんな知ってる？ワンチャン作れるかなって勝手に思い込んで、ヨドバシカメラのカード、ゴールドポイントカードみたいなクレカにね、応募してみたの。それでさ、審査には10日ほどを要しますってさ、出てきて、でなんかでもワンチャン登録もうさすがにいいと思って、で、その後、翌日になんかメール来とって、あなたの審査結果はこちらですって URL が書いてあって、これもう通ったんだけど、みんなに、カナタソクレカ持っちゃったっていう配信せねばと思ったら落ちてた。僕何したんかね落ちてました。涙拭いて、お祈りメールでした。またよろしくお願いしますみたいな。完全に厳選なる審査の結果、あなたにはカード作れませんでしたって言われたわ。応募しすぎると良くないよ。マジで？職業何にしたの？自営業。何？職業何なの？会社員なの？よく。これ会社員にすればいいの？自営業はなーだって。自営業ダメだ。自営は厳しい？きつい？でも、詐称しちゃいけないな。アイドルじゃん。確かにそうかも。アイドル。職業アイドルの方が落ちるだろ。カバー社員で。カバー社員じゃないんですけど、いいんですかそれって。職業天使。天使ですけど、天使は自営業みたいなもんですからね。嘘はダメだからしょうがない。泣きそう。とにかく落ちましたという話でした。体重大丈夫？体重は大丈夫ですよ。この話ちょっとしようかなと思うんですけど、昔ね、日記を書いてたんですよ。体重を減らすためにダイエットで。で、その時に、レコーディングダイエットって言って、本当にその日食べたものと体重を書くだけっていうダイエットをしていたんですよ。そうすると、だんだん自分に厳しくなってくる。
勝手に厳しくなってくるんですよ。それで食べる、ものを調整したりだとか。で、結果は、すごくね、痩せたんですけど、あんまりね、レコーディングダイエットは、栄養関連に知識がある方だったらいいと思うんですけど、そういうのにね、あんまり知識がない方だと、食べ物をただ減らしてしまう。どんどん減らして食べなくなるっていう状態になっちゃうので、良くなかったですね。正直もう気がついた時にはもうちょっと遅かった。かなりもう筋肉のない拒食症みたいなのを本当に食べないで痩せてしまった体になって、夏とかに倒れたりしてしまったこともあるので、あんまりね、ちょっとレコーディングダイエットは素人目線ではおすすめはできないかなっていう感じですね。今、アプリとかで食べたものを入力すると、その食べたものの栄養素っていうのを分析して出してくれて、これが足りないよとか、ここがちょっと多いから減らしましょうねっていうアドバイスをしてくれるアプリがあるんですね。なので、ただ自分で書くんではなく、そういうアプリ、便利なものを使って、ダイエットする。スケンの、そうです。スケです。船長が一番効果を感じたダイエットについてお話ししたいと思います。まず、一番痩せたダイエット、不健康編。ですね、こちら不健康編です。これはですね、高校生の頃の春休みの出来事でした。趣味に没頭していまして、ご飯を親が作る一食以外、食べない日が続いていました。どんな風でそうなったかというと、春休みだったんで学校もないので、昼に寝る、夕方に起きる、趣味に没頭する。夕方起きて夜ぐらいになると親がご飯用意したんで、パクパクっと食べて趣味に没頭し始めて、で、朝まで起きてるわけですね。で、朝方くらいにようやく趣味が終わって、目が開かなくて眠いんです。もう疲れ果てて眠くて、そのまま寝落ちして、また夕方まで寝てて、はって起きたら親がご飯作ってる、食べる、趣味に没頭するみたいな感じで、痩せました。この時が船長史上一番痩せてましたね。一番体重が低かった時です。これはでも、ちょっと思うのは、若くて代謝が良かったのもあるかもしれません。高校生だったんで、高校生だったから痩せてただけかもしれないんで、今同じことやって痩せられるのかわかんない。何キロ聞くなよー！ごめん、取り乱しちゃった。女の子に体重聞くなよ、君たち。ダメだよ、聞いちゃう。わかった？そんな風に、軽々しく今何キロなんて聞いちゃったら、女の子って取り乱しちゃうからね。気をつけてね。ごめん。発狂しないで。船長も発狂するときあります。金銭に触れちゃいましたね。すいません。